大体こんな感じでずっとやってって綺麗になったら終わりです。地味ですね。人間が作り出したものが美しいなと思っているので、それが少しでも出せればいいなと、技法的制限が結構あって、そのギリギリを攻めたいなと常に思っているので、それの挑戦みたいな。やりにくいから誰もやらないとか、そこをやる。3種類を混ぜてろうを作っています。ロストワックス鋳造技法を用いて、都市の風景を俯瞰した時に見えてくるものをテーマに作品を制作しています。まずろうの原型を作るんですけど、その板を自由にカットしたりとかしてどんどんくっつけて形を作り上げていきます。建物がメインなんですけど、結構立体を作っているんですが、窓のずらっと並んでいる感じだったりとか、平面的な見え方だったりとかの組み合わせで形を作っているので、いろんなものの複合の見え方の結果を作品に出している感じです。高いところから下の建物が密集しているところのそのぐちゃぐちゃ感だったりとか、建物を真横から見た平面的な感じ、全ての方向から見た総合みたいな感じですかね。今回の作品は11月2日3日に開催される奥能登すず支援展っていうチャリティーイベントがあるんですけど、それに出す作品で、7月の頭にすずシアターミュージアムの今置いてある作品の修繕をしに行った時に、その今の現状を見て感じたことというか、歪んでいたりとか、そういうものを見て地震の力がすごかったんだなっていうのを感じて、それを作品にしようと思いました。ろう原型が完成し終わると、鋳造業者さんに依頼して金属になったそのろう原型が戻ってくるので、余計な金属を流し込む道がついていたりするので、それをカットしたり色だったりとか磨いたりして完成に近づけていく感じです。洋箔は色がつきにくいので、こういう常温で黒く染められる液体を使います。私はそこまでビカビカに磨かないので、今この真っ黒にしたところで凸目を磨くと模様が浮き出てくるというか、よりはっきり見えてくるので、それが綺麗に見え出したら終わりって感じです。これをより際立たせていく過程が楽しいかな。鋳物で出来上がってきた時に一層その鋳肌っていう型の表情が絶対に出てくるんですね。それがすごく魅力的だと私は思っているので、そこをあえて削る必要はないなって思っていて、それを出したいっていうのがあって、あまり磨かない。結構影をいっぱい出したいなと思って、なので結構空間隙間を意図的に開けたりとか、うねりがかなりあるので陰影がすごいはっきり出て綺麗になるんじゃないかなと。今回一枚板をうねらせて、ちょっとドレープ状のように見せて、有機曲線を出したいなと思って、それによって豊かな影もまた出るんじゃないかなと思って試してみました。柔らかい形、せっかくろうで作っているので、他の金属の技法ではやりにくい緩やかな曲線というかを出したいなと常々思っていたので、ちょっとやってみようと思いました。うねった形を使ったことによって自然の抗えない力みたいなのを表現したいと思ってたのかも。壊されてきてもまた復興していくしかないしみたいな、新たにまた形として出来上がっていく途中ですよっていう方かな。プラスのイメージで作ってはいる。こうやって切り張りしながらやってるってあんまないんですよ。ろうで原型作るっていうのもあんまりやってる人いないっていうか、邪道感がすごいあるんで、あまり鋳造だけをやってきた人間ではないので、結構自由にやっちゃってる節があるから、正攻法というか真っ当なその鋳金の技術っていうのとはちょっと離れてる。中学生ぐらいの時はデザイナーになりたいってうっすら思ってました。石膏デッサンやったりとか書いたりしてました。
美大に工業デザインの方をやるつもりで入ったんですけど、入ってからいろんな体験をするんですね。その中で金属いいなって思ってしまった。金属の素材の面白さだったりとかシャープな感じがなんかいいなと思ったんですね。SF 映画とか全般的に好きでよく見ているのと、排他的なというか、なんかこう終末期の世界観みたいなのはすごく好きなので、そういうところは似てるのかなとは思っています。アニメとかでもアキラのなんかこういうところとかはあるんですけど、無機物の集合体が有機的に見える、なんかちょっとこう気持ち悪いぐらいまで生きてるみたいに見えるっていう、そのなんかぐちゃぐちゃっとした感じとかが好きです。結構こう作品の中に入り込みたいみたいな感じで言ってくださる方が多くて、非現実感みたいなのが作品を通して思わせられたのは嬉しかったかな。どこを見るかによっても全然雰囲気が違うっていうのと、フォーカスしていった時に、見えてくる表情だったりとかもこだわってはいるので、引いても近づいても全然違う印象で楽しめるっていうのはこだわっているポイントかなとは思います。鋳造は大仏まで作れちゃうぐらいサイズ感が大きくもできるので、より大きいスケールで自分の作品がどう見えるかっていうのはやってみたいなって思うことです。あとは他の素材だったりとか、古道具とかもそうなんですけど、何かと絡めてっていうのは、その何かっていうのはなんか提示されないとなかなか出会えないものだし、そういうのがもしあるとしたら相乗効果でよく見えるっていうのは常に探求していきたいところではあるので、そういう機会があれば積極的にやっていきたいなとは思ってます。